なぜ家庭連合が悪いのか。そういったものは取り上げない。印象論。それこそ形容詞が多い報道。そういったものを生み出す活動家がいた。いかに悪質であるかというのを生み出す、表現する活動家がいた。これをマスコミがそのまま取り上げて、さらに拡散する。そこで生まれてきたのが虚構。これが、カルト、家庭連合、悪質、金の亡者、詐欺的な信仰。こういったものを印象で虚構を生み出す。これをまともに受けた大衆は、それは起こります。それは不安に思います。自分たちの家族が騙されるのではないか。お越しいただきありがとうございます。本日は報道の問題点やメディアのあり方などを中心に様々な分析と論考を発信してこられました著述家である加藤文弘さんにですね、お話を伺いたいと思います。加藤さんは2022年の安倍元首相暗殺事件直後から特に家庭連合についての報道のあり方に疑問を呈し、社会の空気や風潮として片付けられがちな問題を客観的なデータを用いて可視化されてこられました。その先導の循環構造を明らかにしたというそのご著書、検証暴走報道でも安倍元首相暗殺事件から家庭連合への解散命令請求までを整理し、問題の本質を鋭く分析しておられます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。暴走報道、中でも触れられている点ですけれども、まず加藤さんの分析の根底にありますその方法、それについて、簡単にお話ししていただけますでしょうか。この本の中で様々な分析をやっているんですが、その出発点というのは一つなんです。それは何かといえば、事実を集める。その事実を集めるというのは、すごく単純な話です。時系列で、例えば新聞の記事をとにかく集める。それは何らかの方針を持って集めるのではなく、ひたすら集める。こちら側の思いを込めて何かを選ぶのではなく、ひたすら集める。それから出来事についてもひたすら記録をする。何があったかをそこに私の考え方や感想、それを含めずひたすら、記録していく。まずこういう材料を集める。そしてそれをどうするかです。それを単純に時系列に並べる。それから発信者別に並べる。こういった作業をします。その後です。その後何があるかといえば、一つは言語解析といって、言葉を量の問題、統計の問題、数字の問題で、考えるということをやりました。これはもう、全部説明してしまうと難しくなってしまいますが、とにかく単語にばらしてしまう。バラバラにしてしまう。その中でどのような単語がどのくらい使われて、さらにその単語と別の単語がどのような結びつきにあって、その結びつきの強さ、距離といったものを全部数字で、解析する。こういった、物事を量で判断する。量で検討するという作業を行いました。これが定量的な分析というものです。定量的な分析の対極にあるのが定性的な分析です。こちらは証言を集める。それから例えばたくさん写真を撮ってその写真を眺める。こういったことが定性的な分析のやり方です。今まではこれが普通でした。今回はそれもやりましたが、定量的に分析をするという手法を用いました。その過程においてですね、この報道の異様さということを具体的に感じられていった、そんな内容をお聞かせいか。まず一つ、その量的に見ていくとはっきりわかるのが、具体的に何が悪いのか、そして何が発端で今の騒動が起こっているのかということの説明が一切ない。そしてそういう情報を伝えるメディアがまず信用されているんで、皆さん、そういう根拠、薄弱なものでも信用してしまう。そしてそこに登場する、論客たちが非常に
声が大きい。声が大きいというのは、声量が大きいというよりも、それは、何かよくわからない説得力があって、さらに非常に主張がはっきりしている。こういうことによって、皆さん、その、根拠薄弱な報道を真実として、そしてさらに量もたくさんありました。この、津波のような覆いかぶさくる報道によって皆さん信じてしまった。まずこれを察知したのが、安倍元首相が、暗殺された。その報道を先ほど言ったように、全部一つ一つ集めていって、それを眺めているとき、まず違和感を感じた。普通の方は多分そういう情報の接し方はしてないと思うんです。ですが私はちょっと別のやり方をしていましたから、それを全部集める。それをまず眺めておかしかった。さらにそれを、定量的に分析していくと、ますますおかしいことが分かったということになりますね。反対派の主張が目立つ形で報道される。それらについてはどのように分析？はい。まず、安倍さんの報道から振り返ってみましょう。まず、当日の、昼前に安倍さんが暗殺されました。この時報道は非常にストイックに何が起こったのかを淡々と報道して、そして、人々が、心を惑わされないように非常に注意深い注意書きといいますか、正し書き的なものを添えていました。皆さん冷静になりましょうということを訴えていました。ところがこれがですね、その日の夜の8時になると、毎日新聞の報道でウェブ版が出ました。これは論客とそれから政治家、それぞれの談話を取ったんですが、そこで突然ですね、安倍さんが殺されるに至ったのには理由があると。それは理由があるでしょう。理由があると言いながら、すでにその段階で安倍さんや安倍さんが属している自民党が、失敗をしたんだと。もしくは、人々を傷つけたからこうなったのだと。報復されたのだという論調がそこで生まれました。ただし、この時では他の報道機関はまだ冷静でした。この日の夜に、奈良県警が、記者会見を行い、犯人の母親がある団体と関係があると言い出しました。ここからです。ここから、そのある団体と言っていたものが、選挙の当日の早朝になるんですが、参院選の当日の早朝に、写真週刊誌のやはりウェブ版で、旧統一教会、つまり家庭連合ですね、の信徒であるということが暴露されます。ここからです。ここからですね、完全に安倍さんが原因である。自民党が原因である。それはなぜかといえば、これは後ほど言われるようになりますが、ズブズブの関係。まるで泥沼にはまったように、家庭連合と自民党安倍さんが関係していたことによって、殺されたんだと。暗殺されたんだと。そういうような論調に一気に変わっていきます。その報道から一気に変わっていきます。ただし、この段階でもまだ報道機関何も分かっていませんでした。それはなぜかといえば、犯人から供述も取れていない。証言も取れていない。まして家族からの証言も出ていない。関係者の証言も足りない。そういった中で、そのストーリーに合わせて様々な不安材料、不安を生むような材料が提示されていく。それは何年に安倍さんが教団の関係者とこういうところで、会った。つまりそれは後ほど言われますが、講演で、ビデオが放映された。あるいは、議員たちがどういう時に信徒たちと会ったといったことばかりが報道されていた。ここで重要なのは、これは政治の問題です。いつの間にか暗殺の話題が宗教2世の話題、犯人の話題になり、それが政治の話題にいつの間にか変わっていた。その時非常に大切になるのは政治ですから、その政治家たちがどのような関与をして、それによってどういう法律が生まれた、あるいはどういうような政策が実施されたというのが非常に重要になるんですが、全く語られていないんです。これは家庭連合と例えば名刺交換をした。あるいは集会に出た。
あるいは、秘書がそこに、一人勤めていたといったことになって、何が影響を法律である、あるいは政策であるというところに現れたかということに関して、報道は一切報じていない。その代わり、先ほど言ったように、どこであった、どのくらいあった、何度あったという話ばかりが続いていたんですね。これがもうすでにバイアスです。結論ありきです。それは、暗殺当日の夜、毎日新聞が、報道したように、すべての原因が安倍晋三氏と、自民党にある。こういう話で、進んでいってしまったということですね。どの時点で具体的に報道の方向性が変わったのかと。それはまずはっきり言えるのは、まず参院選当日の朝のその写真週刊誌のウェブ版が出した、宗教2世の被害であると。一人の宗教2世の話なのか、100人いるのか、そういう同じような宗教2世がいるのか、1000人いるのかわからない。なのに、それが一般化されて、家庭連合の信徒の子供たちは全て苦しみを安倍氏と自民党から味わわされてしまったというナラティブ、物語が作られてしまったのがまず第一点ですね。この段階では宗教2世をいかに救うか、宗教2世を安倍さんのいた自民党からいかに救うのか、救済するのか、家庭連合から救済するのかという物語だったんです。ところがこれがですね、もう選挙が終わった後、どうなったかといえば、すぐに政治との関係の話に変わってしまった。これが第2点です。この第2点目でどうなったかといえば、先ほど話をしたように、なぜ家庭連合の信徒と付き合ってはいけないのか、あるいは家庭連合の信徒が政治参加してはいけないのか、ということの理由を説明しないまま、報道が行われた。悪質であるという、なぜ悪質なのかが説明されないまま、ただ悪質であると言われ続けた。ここから、その自民党が自分たちの正当性を失うのではないかという恐怖に追い詰められていたのが読み取れます。なぜならば、報道のほとんどが実在する自民党の議員名、それとその役職名で埋め尽くされていた。その人がどこで家庭連合の信徒と会ったか、あるいは何らかの集会で一緒になったか。こういった話ばかりだった。実名を挙げられた議員たちは次の選挙で落ちるんではないかという、落とされるんではないかという危機感を覚えたでしょう。これは間違いなくそういうふうな、心理になったと思います。それほど報道量が多く、それからその報道の内容が一方的でした。その事件後の報道がいかに、その教団解体とかですね、またゴシップ消費へとすり替わっていったのか、その辺をですね、加藤さんの調査ではどのように見ておられるでしょうか。もう最初からこれはゴシップ消費の報道だったのは間違いないと思います。政治といっても政治の何が変わったという話がないのですから、すべてはそのゴシップ、スキャンダルといったことで追いまくられた。朝日新聞の報道から考えていきましょう。この中で朝日新聞の報道ではっきりしているのは、まずどこで議員が関連していたのか。この話だけなんですね、基本的には。その後そこから生まれてくる、誰それぞれの場合にはこういう関連があった。そういった報道がまず、ほとんどだったと。そこら辺のことをちょっと具体的に話をしようと思いますが、先ほど話した1点目ですね。どこであったのかといった話。その他はもう統一教会、その問題が首相とどう関係していたのかという問題。そして統一教会、それと自民党の関係が議員とどういう接点であったのかという話題。それと先ほども言いましたが、自民党議員を名指しして個別に追及する報道。それから
これはもう少し後ですけれども、質問権行使や解散命令請求の報道、そして、国葬、安倍さんの葬儀の話と、家庭連合を結びつけた報道と。もうこれしかないんですね。その中には全て実名の議員名、それと役職名、そして、接点を持つだけで悪である。ここだけで報道で、その中にはなぜ何がというものがないんですね。ところが当時の人々は何の疑問も抱かなかったんです。それはなぜかといえば、家庭連合は悪い組織である。カルトであると言われている。これがまず大前提にある。例えばそれは太陽が東から昇るのか西から昇るのかって言ったら東から昇るのは当たり前だからそんな説明はしないよというのと同じ。朝明るいのは当たり前だから説明しない。夜暗いのは当たり前だから説明しない。それと同じように扱われてしまったと。で、その家庭連合が悪質であるという、その根拠なく悪質であるということがどこで生まれたかといえば、30年前の、合同結婚式スキャンダルというものがありました。この時に、タレントさんであるとか、スポーツ選手であるとかといった信徒の方が、祝福を受けるという報道がありました。ところがこの時の報道というのを、これも分析したわけですけれども、それとこの今回の30年前の報道も分析、それと今回の安倍さん暗殺以後の合同結婚式に関する報道、この2つ両方分析したんですが、すべて印象論だけで終わっている。例えば、その合同結婚式が法律上どういう悪いことなのかということが言えるならば多分言ったでしょう。例えばそれは何々法に違反する、あるいは憲法の何々条に違反すると。そういうことを言えたでしょう。それが言えないので、非常に印象的な報道になった。その根拠というのは、形容詞。これもやはり、言語解析をしたわけですけれども、形容詞の数が異様に多い。普通報道というのは形容詞をなるべく減らします。それは客観的に報道したいがために、形容詞を減らします。しかし、家庭連合の祝福婚に関する、報道に関しては、とにかく形容詞を駆使することに血眼になった報道が多い。その中でも特に印象的だったものは、裏若いという形容詞なんですね。普通、報道では裏若いという文学的であったり古風な表現はしません。しかし、この30年前、それから現在にも、このような非常に特徴的、そして非常に目を引く、そしてとても感情的な形容詞をたっぷり使って、それが何かまがまがしい出来事が行われているという印象を振りまいたと。これが30年前に作られた家庭連合への印象。30年間忘れられていたけれども、そこにもう一度着火したのが、今回の安倍さんの暗殺以降の報道だったと。それは何か一点着火すればいいわけです。例えば、名称を変更しているんですが、全く家庭連合という言葉が報道の中で埋没してしまって、旧統一教会という言い回しをずっとされていました。これは30年前のその印象を当時を知る人にもう一度蘇らせる手段だったというところもあるでしょう。こうして人々は30年前を思い出す。そして若き世代、そういう状態を、当時を知らない若い世代も、そういう騒ぎ、年上の人たちの騒ぎに巻き込まれていった。もうこれは一言で言えばカルトという言葉ですね。そのカルトとは何かも説明されていません。しかし、そのカルトとは何かが説明されないまま、カルトは悪であるから統一教会は悪であるという言い方として、論法として、もう大前提として、説明するまでもないものとして報道が行われ、その印象によってその後に出てくる議員の実名、それから役職、政党名といったものが
いかに悪いものであるのか、悪いものとズブズブの関係にあるのかということの話に飛躍してしまった。これが生まれたのが2世を救う、宗教2世を救うという話から一夜にして、ほとんどそうですね、一夜にして飛躍してしまった宗教と政治の関係報道だったと。これはもう7月の安倍さんが暗殺された後の1週間後、7月中にはもうすでにそういう報道一色になっていました。特にそれをですね、テレビのワイドショーなどがゴシップ化していった。その背景。これはですね、車輪でいうとこの両輪というよく言う表現がありますが、一つの、例えば大手の新聞、テレビ局は言えない話といったものを非常にゴシップ的な、スキャンダル的な表現で表現するのがワイドショーだったと。これは日本独特の実は番組カテゴリーです。ワイドショーというのはどういうものかというと、時代を振り返ると、どうしても視聴率が取れない朝の時間帯。これは皆さんが会社に出勤したり、仕事の準備を始める朝、例えば8時から11時ぐらいの時間帯というのは、どうしても視聴率が取れない。それから、正午の昼休み。これが終わって人々がまた仕事を再開する時間帯、午後1時から午後3時といった時間帯は、どうしても視聴率が取れない。ここをどうするのかといったときに、まずスポンサーもつかない。それから予算がないといったことで、局内にある情報をかき集めて、ゴシップをまとめて放り出す。こういった番組として日本独自のワイドショーという番組カテゴリーが生まれました。ワイドショーの中で重要なのは、どこにあるゴシップですから、司会者、そして話を持ってくるコメンテーター、これが非常に重要になるんです。これはもう話芸、話術の世界の話になり、もうそうなってくると、人々を興奮させられれば十分であると。したがって、そこには報道の真似事をしますが、報道ではなく、完全にゴシップを伝えるカテゴリーとして、ワイドショーというものがあります。大手の新聞、大手のニュース、局が流すニュースとはまた別の側面でゴシップやスキャンダルをいかようにでも放出することができたと。これが非常に今回の騒ぎを起こすのに十分だ。非常に大きな影響を与えたと言えるでしょう。ワイドショー並みのアカデミア、ご意見番、そういった方々の意見がゴシップ化された。その点については。家庭連合の問題として取り上げられるときに、前々から家庭連合に関して何らかの関わりを持ってきたという、例えば弁護士、それから何か注目してきたと言われる人物、そして学術界の宗教学者というのが非常に大きな影響力を持った。ただですね、この3社がですね、実際に信徒や幹部の方を取材して何らかの知見を得ていたかというと、全くそんなことがなかった。これは宗教学で言われている言葉ですが、外堀を埋めるという言い方を彼らはするんですけれども、その宗教の外側から眺めて、その実態を知ったように報告するというのがまかり通ってしまったと。したがって、彼らが取り上げるのは、家庭連合の信仰をやめて何か後悔をしたという、その気持ちを言いたい人、あるいはそういう人々の関係者といった人にしか取材をしていない。それなのに、それがファクトであると。それが家庭連合を表現するときの、批判するときのファクトであるとされてしまったんですね。それがまさに報道でご意見番、最も詳しい人、よく知っている人というふうな扱いにされました。著書の中にも、扇動の循環構造においてですね、その感情を暴走させる前提で活動した、そういったことを指摘されておりますけど。循環構造で人々が興奮したり話題が沸騰していくという問題。これをまず私が最初に取り上げたのがですね、東日本大震災というものが2011年にありました。日本の東北の地方で非常に規模の大きな地震が発生して、
津波の被害もあって、多くの方が被災して亡くなられた方も膨大な数に上ります。ですが話はそこで終わってません。この時何があったかというと、原発が事故を起こしました。そして放射性物質が広い地域に拡散されたという報道が行われました。その時登場したのは活動家の人々であって、彼らが実際にはありえない被害であるとか、不安を世の中に撒き散らして、それを報道が取り上げた。そしてその報道が生み出したものというのが虚構です。まあこれは朝日新聞がプロメテウスの罠という連載を、タイトルで連載を行ったんですが、そこにはそんな人はいない、存在しない、そんな被害はない、そんなことを言ってるのはごく一部の人だといったものがまるで真実であり、全てであるかのように表現された企画がありました。新聞上の企画がありました。こういったものだけではありません。例えば、シジミチョウという蝶々が、野生の蝶々が放射線の影響を受けて、奇形をたくさん生んでいると。そういった誤った報道も実はマスコミが流しています。活動家が主張するものをそのまま流すことによって虚構が事実として世の中に広められました。これによって何が発生したかというと、大衆、人々がですね、不満や不安を抱えるようになる。そうすると、それを察知した活動家はアジテーションを行い、そこで扇動を行うと。我々についてこいと。我々と一緒に、例えば原子力政策であるとか、国やあるいは我々を批判するものを攻撃しろというアジテーションを行い、扇動を行います。そうすると、この大衆はそれを活動家にシンパシーを抱いて支持する。そうすると、ますます活動家の活動が活発になる。これはシンパシーだけでなく、お金も流れます。そして、この今言った活動家マスコミ大衆、もう一回活動家マスコミ大衆、この循環が拡大しながらさらに止まらなくいつまでも動き続けていくと。そして大衆は、これは先ほど申し上げたように国であるとか、東京電力、原子力発電所を運営していた東電であるとか、こういったものを攻撃し始めるといった状態になった。これが、まずその構造を明らかにする上で、この循環構造というのを私は、考えました。これが全くですね、家庭連合の問題でもピタリと当てはまって繰り返された。それはなぜ家庭連合が悪いのか。そういったものは取り上げない。印象論。それこそ形容詞が多い報道。そういったものを生み出す活動家がいた。いかに悪質であるかというのを生み出す、表現する活動家がいた。これをマスコミがそのまま取り上げて、さらに拡散する。そこで生まれてきたのが虚構。これが、カルト、家庭連合、悪質、金の亡者、詐欺的な信仰。こういったものの印象で虚構を生み出す。これをまともに受けた大衆は、それは起こります。それは不安に思います。自分たちの家族が騙されるのではないか。あるいは騙された人たちに対する、騙された人とされるものに対する同情も生まれます。そして、その活動家を対してシンパシーを抱く。そして、それを察知した活動家はますますその声を大きくする。それがマスコミを伝える。そしてまた、大衆はそれを聞いて、さらにシンパシーを感じる。この循環が発生します。これはいつから発生したかといえば、安倍さんが殺された直後は、暗殺された直後は発生していません。それが発生したのは、参院選の当日の朝、写真週刊誌がまず宗教2世問題を取り上げた。そしてその直後に政治と宗教の問題に話のテーマが移行して、家庭連合がなぜか日本を牛耳って悪い方向に向かわせている。その手足になって動いているのが自民党であるというような虚構が生み出された。それがもう循環が止まらなくなる。そしてその
火に焚き火をくべていくように活動家はいつまでもそのナラティブ、物語を生み出していく。例えばある弁護士がですね、家庭連合にはソロモン派という人々がいると。その人々は信徒に売春をさせていると言い出しました。ところが、私いくら取材してもソロモン派の実態がつかめないんですよ。これは家庭連合が隠してるからじゃないんですね。存在しないんです。じゃあそのソロモン派がどういう人々でどこに存在して誰なのか、どういう活動で何をして何が起こったのか、詳しく説明するのかといえば言いっぱなしです。それに対す、この話に対する家庭連合からの批判に対しても無視を続けてるんではないでしょうか。こういったものが非常にたくさんあるわけですね。例えば献金の話もそうです。ある家庭でたくさん献金をした人がいる。その献金によってそのお子さんが不満を抱いたという話がまず原型としてあったとします。そうすると、たくさんの信徒を取材したり、一体その献金がいつどのくらいの額なのかといった量的な問題を検証するまでもなく、この一人の信徒の子供、その家庭の子供の生み出す話題をどんどん膨張させていく。どんどん枝葉をつけていく。こうしたものがマスコミを通じてたびたび報道される。こうして虚構が生まれる。一つの話題でいつまでも回るわけではないんです。どんどん新しい話題を活動家が生み出してこの循環が止まらなくなる。そして人々は政権を攻撃するわけです。それは家庭連合を攻撃するのと同時に政権も攻撃するわけです。なぜお前らは、政権はあんな宗教の信徒たちと付き合いがあるのか。そのままでいいと思っているのかと攻撃を始めます。で、これがどんどん強烈になっていったという循環が止まらなくなっていったんですね。ところが先ほどお話ししたワイドショーですけれども、そのワイドショーの、ミヤネ屋という番組もあります。このミヤネ屋の視聴率の構造を調べると、実は基本的にテレビをつけっぱなしにして、例えば茶碗を洗ったり、掃除をしたり、何かの仕事をしたり、そこのテレビから刺激的な言葉が耳に届いた時だけ、テレビの前に座ってその内容を見ようとする。こういうながら視聴といったもので、テレビがつけっぱなしになっている家庭が約 3.5% ぐらいじゃなかった。全世帯のうち 3.5% ぐらいではないか。視聴率から見ると 3.5% ぐらいではないかと。ここに必ず座って見てるような人が 1.5% ぐらい。その上に 2% ぐらいの興奮した新しい番組の視聴者、新しい顧客のようなもの。この人たちが 2% ぐらいに乗って、2022年7月、8月、9月の視聴率を、この番組の視聴率を、世帯視聴率を 7% 台にまで持ち上げていた。これがなぜ分かったのかと。なぜ 3.5%、1.5%、2% が分かったかというと、実は安倍さんの国葬がありました。国葬の内容は NHK が日本の NHK が最も視聴率を稼ぎました。なぜかというと、淡々と事実を報道する上で NHK の報道が最もプレーンな状態の内容を伝えていた。だから皆さんそこにチャンネルを合わせた。他の局は NHK を見るんだったら他の局でやっている中継は見る必要がないということで、必然性がないということで見なかったんですね。この時のミヤネ屋のやっている日本テレビの視聴率 3.5% です。つまりその 3.5% は何を意味しているかといえば、ながら視聴。とにかくテレビをつけっぱなしにしておく。飲食店の中にあるつけっぱなしになっているテレビ。例えば休憩室にあるつけっぱなしになっているテレビ。家庭の中でつけっぱなしにしながら仕事をしたり家事をしたりするためのつけっぱなしにしている。真面目に見ていない層が 3.5%。その日も、国葬の日も日本テレビにそのままチャンネルが合っていたんだろうというのが分かりました。この番組は今まで
約 5% の視聴率でした。ということは、そこに 1.5% ぐらいの本当にその番組が好きで見ているようなファンの方が乗っかっていたんだろうと。これで、いつもの視聴率というものが構成されていた。となると、この安倍さんの暗殺以後、そして家庭連合を扱った報道の時に増えた 7% の視聴率というのは、新たに興奮してその番組を見るようになった。鵜の目、鷹の目になり見るようになった人が 2% 程度だったということです。ということは、鵜の目、鷹の目になって、この話題にかじりついていた人は、全世帯の中で 2% しかいなかったと。次にですね、Google で家庭連合について、家庭連合もちろん旧統一教会について、情報を検索してみた人の割合を見ました。これを見れば、ミヤネ屋を見ていない全般の国民の意識の持ち方というのがわかります。これで分かったことなんですけれども、人々がこの家庭連合、それから旧統一教会、統一教会、そういった話題に関心を持っていたのは7月の安倍さんの暗殺以後、宗教と政治の話題が登場した1週間、もうちょっとその下降線をたどっていた時期までを含めるならば、7月いっぱい、この時期に限られていた。あとは低迷するんです。ということは皆さん、関心を失っていたんです。で、さらにですね、どこの地域から旧統一教会、統一教会、家庭連合に対して皆さん関心を持って検索していたか、どの地域から検索していたのかを調べると、奈良県と関東、東京の一部地域に限られていて、後の地域はほぼ比較するまでもなくもう少なすぎて、比較できないといった状態でした。これどういうことかというと、極めて一部の人たちだけが興奮していた。奈良というのは、奈良が非常に関心を集めたのは暗殺犯の出身地であり、暗殺された場所が奈良県だったということで、これはわかります。じゃあ関東は何なんだということになります。これは非常にわかりにくいんですけれども、例えばこの時期に家庭連合が、施設を建設しようとして反対運動が起こった自治体であるとか、あるいはかつて何らかの摩擦が発生した地域であると。こういった地域、それとあともう一つ、政治的な関心ごとに常に反応しやすい地域。こういったところが東京都のごく一部の地域、関心を持たれていただけだったんです。ということは、テレビの世帯視聴率 2%、さらに Google の検索で見ても関東のごく一部地域だけしか関心のない出来事だった。この人たちの熱狂が、例えば SNS、それから報道で人々の注目を集めたことによって、その影響が広がってしまったと。あたかもそれが全国民的な不安であり、全国民的な問題意識のように誤解され、つまりこれもまた先ほどお話した虚構を感じられてしまった。その時は虚構と思えず、皆さんはみんながそう思ってるのかというふうに感じてしまったということになりますね。結果的にですね、そういったことが、また国を動かす形に、その点についてご紹介していただきます。はい。実はこれが今日テーマになっている検証暴走報道のその表紙に、ちょうどチャートのような図を入っているんですけれども、まず人々はその出来事に非常にインパクトを感じた。それはなぜかといえば、元首相が公衆の面前で暗殺されたという、まずそれは理屈を抜きにして非常な心の動揺を生み出しました。この時メディアが先ほどからお話しているように、家庭連合は悪であると。旧統一教会というものを存在させてはいけないという論調を生み、それが
ズブズブという言葉がこれは日本では流行ったわけですけども、政治と宗教の関係が泥沼のようになって、抜き差しならない状態になってて、それが全ての悪い現象となって現れているという、世論のようなものを生み出しました。その世論と言いましたけども、それは先ほどもお話したように、たった世帯 2%、世帯のうち 2%、あるいは東京のごく一部が非常に熱狂している問題であって、本物の世論ではなかったわけですね。実際は何かといえば、メディアが世論のように見せかけている虚構、情報の量、その騒ぎだったんです。それがまるで世論のように思われる。この時何が生まれるかといえば、もちろん大衆も、動揺します。不安に思います。ですが、その大衆から支持が失われると政治家は感じます。これはですね、これに限った問題ではありません。選挙の直前になると世論調査というのが行われます。そうして常に何々党は何%であって、なぜ支持するかしないかといったことも聞かれます。その時に、何々党は、こういう政策をしているから、支持が離れたという、例えば世論調査の結果が出るとします。そうすると、その何々党を運営しているトップ、それから議員たちは動揺します。なぜかといえば、それによって、自分たちは投票してもらえなくなるんではないかと思うわけです。世論調査一つだけでも政党と議員を不安に陥れることができる。これがですね、連日大量の報道によって当時の岸田首相と、そして自民党に家庭連合という悪で責め立てられた。こうなった時、岸田さん、それから自民党の議員たちは自分たちが政権から追い落とされる。そして次の選挙で受からなくなるんじゃない。当選しなくなるんではないかという危機感を覚えて当然です。これが行われたわけですね。これによって解散命令へ、つまり自分たちは彼らを切り離す。彼らの悪質さを解決する。自分たちは正義の側に立っているんだということで解散命令へ突き進んでいくということになったのでしょう。こうした、何度も言ってますけれども、実際の世論ではないもの、そして実際に起こった出来事ではない虚構、これによって当時の大衆が興奮する。そしてその興奮と報道ぶりを見て、自らの正当性、正しさ、これが問われているというふうに考えた政権、首相、議員たちによって悪質なものを自分たちとは別物であると切り離すんだと。これはズブズブではないんだというような流れの中で解散命令へと駒が進められたというふうに見ています。本来、その冷静であるべき専門家、アカデミア、そういった方々、同調圧力に屈してしまう、その背景があったと思うんですけど、それについてはどのように？例えばですね、私、その他この問題に関して事実を明らかにしようというものが何人もいました。ところがどんどん脱落していきました。それはなぜかというと、SNS であり、そういった場で、家庭連合の信徒であると、それは違うと否定されると、ズブズブであると、代弁者であるというふうに表現されたわけです。これはテレビの番組上の実際にあった話ですけれども、太田光さんっていう光さんがある対談番組というか、何人もの人たちが登場する中で、この家庭連合問題を討議している中で、家庭連合の信徒が拉致監禁されて、強制的に宗教の信仰を捨てさせるという現象が発生していると。そういうものがあると。これはいくらなんでもひどいんではないかという話をしました。すると、よってたかってですね、それはおかしいと。番組内の、論調になって、吊るし上げという言葉がありますが、そういう状態になりました。その後何が発生したかというと、
他のメディアでも太田さんは教団の代弁者である。これに対して過去にですね、大きなスクープなどを挙げた女性のジャーナリストが、太田さんは教団の代弁者であると。したがってあのような発言を耳を傾けてはいけないということを言って、このようにですね、信徒扱い、それから代弁者扱い、イコール悪の味方扱いということで非常な圧力を受けました。非常に風当たりが強かった。こうした中で、口を閉ざす、ジャーナリスト、それから、アカデミアの人々、あるいは何らかの専門家といった人々がたくさんいました。それは同時に信徒はもっと強い風当たりあったと。これは私もいろいろ取材して出てきましたが、学校でいじめられた、差別されたという話から始まって、何らかの商売、ビジネスの中で、踏み絵を踏まされたと。お前は信徒なのか信徒ではないか。で、それで何か曖昧な態度、それを公表するのを嫌がる態度を取ると取引が中断されたと。あるいは病院にかかろうと思って保険証を出したと。そこには教団系の名称が書かれていると。勤務先が書かれている。これによって治療を断られたと。こういった話がたくさんある。それからカードの更新を、クレジットカードの更新を止められたと。こういった話はいくらでもある。つまり世論が絶対悪としての家庭連合というものを作り上げてしまったので、信徒さんたちも非常に苦しんだだろうけれども、この事実を伝えようとする人々の口も塞がれてしまった。こういった非常に辛い状況は確かにありました。